ありそうでなかった定番の L 字財布をクレカサイズで、布がもう一枚被ってることで専用の仮ポケットが、こうパパッと必要なカードにすぐアクセスできて、粘着テープをつけることでスマホ裏でも使っていいよっていうような 2way の財布で、こちらカードが何枚入るかとか収納量が気になってる方、ミニマリスト入門におすすめのクレカサイズの小さい L 字財布を作りましたということで、こちら本日10月24日発売の小さい L 字財布、僕が監修しているアパレルブランドレスイーズ JP の新商品なんですけども、こちらを紹介していきますということで、2種類ございまして、こちらがスムースレザー、こっちがシュリンクレザーという形で、同じブラックでも素材違いで開発していたりとかで、この小さいコンパクトなサイズ感に、カードが何枚入るのとか、収納の中身構造がどうなってるのっていうことを紹介していくんですけども、これ定番の L 字財布なんですが、ありそうでなかった、ミニマリストならではの視点。具体的にはですね、まずこれ背面がパスケースになってカードがささっと取り出せたり、交通系をタッチできたりとかで、実はこれ収納の中身、小銭入れの側面に専用の鍵入れがあったりとかで、もちろんこのパスケース部分に粘着テープをつけることで、スマホ裏に貼り付けて一体化させることができたりといった、財布単体でも使っていいし、スマホ裏でも使っていいよっていうような 2way の財布っていうので、本当に今までありそうでなかった定番の L 字財布をクレカサイズでコンパクトに作ったので紹介していきます。ということで、小さい L 字財布2種類とですね、もう一つ、こちら、手ぶら財布という同じレスイズ JP から発売されている財布が手元にあるので、サイズ感の比較とかをしつつ、どういう人がこの財布向いていて、逆にこういう人にはおすすめしませんというような紹介をしたいと思います。で、こちら、同じブラックなんですが、レザーの素材違いで2種類発売します。で、こちらがスムースレザーという、表面の光沢が強くてシームレス、もうドシンプルな見た目をしたスムースレザーと、で、もう一個はですね、こちらシュリンクレザーという、表面がちょっとザラザラしてるような加工のものでですね、こちら価格がスムースが17,000円とシュリンクが19,000円ということで価格差ございまして、で両方とも税込み送料込みの価格で、かつイタリアンレザーを両方とも使っています。日本の工場で日本の職人さんが作ってくれた本格派のイタリアンレザーということで、もうこれ5年10年長く育てながら使えるものですので、もうシンプルに見た目の好みで選んでいただければと思うんですが、一つ傷の耐久性と、柔らかさ硬さの違いがあります。で、こちらのスムースレザーはもうド定番のスムースレザーなんですけども、シュリンクと比較した際に、ちょっと傷が目立ちやすいかなというのがあります。使っていく中でやっぱり傷がついたりっていうので、あとは油で手が馴染んできたりとか、レザーが好きな人ってそういう痛みとか育てる感じ含めて好きな方多いと思うんですが、で、対してこちらのシュリンクはですね、表面がザラザラしてる分傷が目立ちづらい。もうちっちゃい傷くらいだったら、このシュリンクの素材の機能で修復するくらいですね。耐久性が高いレザーになってると。で、結構風合いが柔らかいので、届いた時から結構もう財布が膨らみやすいというかですね、実はこのシュリンクの財布の中にはもうすでにカード4枚とパスケースにカード1枚、合計4枚のカードと、で、小銭とお札2枚。これ推奨量がですね、両方とも4枚ですね、カードと、小銭と鍵、お札。で、具体的には、要はパスケース部分があるので、外に1枚、内側3枚が推奨量。で、それですね、結構このスムースレザーが、最初硬いです、結構。なので、ちょっと使ってる時に、手に馴染まない感じとかはあるかもしれないんですが、使っていくうちに、レザーが柔らかくなってくるので、そこも踏まえてちょっとレザーを育てる楽しみと思って使っていただきつつ、ただこちらのシュリンクレザーの方に関してはもう最初から結構柔らかいので、買った瞬間から結構膨らみやすいというか、
レザーが伸びやすく手に馴染みやすいですっていうような違いがありますね。で、こちらカードが何枚入るかとか収納量が気になっている方多いと思うんですが、今現在これカード4枚と小銭とお札と仮入れた状態で、この膨らみ加減厚みであると。で、逆にこれ何も入れてないとこれくらいの薄さ、推奨量まで入れるとこんな感じで、基本的にカード4枚まで外側1枚と中3枚を推奨してるんですけども、一応僕追加でプラス2枚計6枚までだったらなんとかレザーも伸びて使えるかなっていうようなところは確認しておりますので、基本ね、推奨量としては4枚なんだけどこんな感じですね。内側3枚と小銭と、で、これがですね、他の L 字財布にないような収納なんですけど、専用の鍵入れがですね、これ、小銭の横に布がもう一枚被ってることで専用の仮ポケットがある。なので、鍵がどこにあるか一目瞭然で仕分けすることもできるし、パッと取り出して、で、使い終わったらパッと戻すっていうような、僕結構物の住所が決まってる、定位置が定まってるような収納が好きなんですけども、今回仮専用のポケット、仮以外にも SIM ピンを入れるとか、縦に長いものが入るような、仕分けを作っております。で、あと、お札なんですけども、これ、四つ折りになります。ミニ財布とか、ちっちゃい L 字ファスナーあるあるなんですけども、もうお札は四つ折りにして入れていただくという形になります。なので、お札を折って持ち歩きたくないという方にはもうこちら向いてません。なので基本的に今ってもうキャッシュレスが進んでるので、QR 決済とか交通系、クレジットカードでの支払いがメインの方におすすめですね。で、クレジットカードに関してはもうこれ、パパッとすぐ取り出してっていうことができるので、日常使いする分には本当に今って現金って本当にもう少なくなってきてる。もう券売機とか、友達と割り勘するときとかも本当に非常用で忍ばせてる方もミニマリストの方多いと思いますので、基本的にお札はあんまり使わないようなライフスタイルの方の方が向いてるかなと思います。はい、ということで、プラス2枚カードを用意したので、この財布の中に入れて、計6枚ですね。内側に5枚と、外側に1枚入れるとどうなるかというと、こんな感じ。全然ファスナーも問題なく開いて、カードも取り出して入れられるっていうので、問題はなく使えます、6枚でも。ただ、僕の感じで言うと若干表面が丸みを帯びて、ちょっとメタボになるというか、はい、ちょっと財布パンパン感が出てしまうかなっていうのが、正直なところ、6枚入れるとね。だから全然6枚でも使えるけど、ちょっと見た目をすっきりシームレスな感じに使いたいんだったら、カードのダイエットをして、マイナス1枚で5枚にするとかするだけでも、だいぶ表面すっきりするので、一応、6枚でも使えるけど、見た目をすっきりさせたい方は、少しでもカード減らした方がいいかなと。一応推奨量は3枚プラス1枚の計4枚ですね。で、これ裏面がパスケースになっているのもこの財布の特徴でして、パパッと必要なカードにすぐアクセスできて、例えば入館証とか交通系 IC カードをすぐに取り出してタッチするとか、もちろんここの中の部分がそのまんま貫通してるので、そのまんまタッチしてもいいですし、で、もう一つ、このパスケース部分のカードを入れないで、ここに専用の粘着テープを貼ることで、なんとスマホと一体化できるっていうのもまたこの L 字財布の特徴になっております。もともとですね、僕、この LessIsJP というブランド、このスマホ裏で使う手ぶら財布という商品を作るために立ち上げたブランドなんですけども、これもですね、粘着テープを使うことで、こんな感じでスマホ裏に全部カードとお札と鍵を一体化させて、スマホそのものを財布にするみたいな、結構ミニマリストの方っても財布持ってなくて、それこそスマホの手帳型ケースにクレジットカードとお札だけ入れて、財布は持ち歩いてないよっていう方だったりとか、僕自身もそんな感じで、スマホ裏の
カードケースにもお金入れちゃって、財布自体は持ち歩かない。僕自体、スマホ自体が財布になってる。だから持ち物の数も減らせてるっていうような人間なんですけども、こちらの財布がですね、実は、ここに粘着テープをつけて、スマホでも単体でも 2way で使えるよっていうギミックをそのまんま、この小さい L 字財布にも引き継いでると。なのでこの手ぶら財布とこの小さい L 字財布って商品名は全然違うんですけども、背面の部分にカードとか粘着シートを貼れるっていう機能の部分は共通させてあるので、ファミリーみたいな関係ですね。で、実は言うと、ちょっと手ぶら財布よりも若干ですね、この L 字財布の方が大きいんですよ。クレジットカードサイズの財布っていうところは同じなんですが、このファスナーの分だけちょっと寸法がやや大きくなっていると。その証拠にですね、この手ぶら財布の方は、この iPhone 13 mini のようなちっちゃいスマホでもこれ横幅ぴったし使えるんですね。ただし、この小さい L 字財布は、このファスナーの分がどうしてもちょっと横幅大きくなってしまうので、こういうちょっとちっちゃい財布では、スマホ裏で使えないというサイズ感になっています。で、どういうサイズ感のスマホだったら使えるかっていうと、これ今 iPhone 15 Pro なんですけども、ケースをつけて横幅少し増した状態で、ジャストサイズっていう感じ。で、これケースを外してですね、もう本当に裸の状態で合わせると、ちょっとはみ出ますね。使えなくはないけど少し、はみ出るかなっていうようなサイズ感になっています。なので、通常のサイズの iPhone で使う場合は、ちょっとケースの上から重ねて使うのがおすすめ。とか、あと、プロマックスとか、プラスサイズのちょっと大きめの iPhone であれば、余裕持って使えるよっていうようなサイズ感になっております。なので、この2つ比較したときに、スマホ裏で使いたいよっていう方は、基本的にこの手ぶら財布の方が、カードもパッと取り出しやすかったりとかですね。これ、スマホ裏で使う前提のデザインになってるのに対して、この小さい L 字財布は当然スマホ裏で使ってもいいんですが、どちらかというと、単体ですね。スマホとくっつけることなく、財布単体で使いたいという方におすすめのデザインにはなってますね。ただこのファスナーのデザインが結構スマホ裏で使うと相性がいいというか映えるというか、このデザインが好きな人は当然スマホ裏でも使って大丈夫です。はい、粘着テープで貼り付けるとこんな感じですね。はい、ということで小さい L 字財布の紹介でした。こちら本日10月24日の18時から概要欄のレスイズ JP のオンラインストアからお求めできますので、ぜひチェックしてみてくださいということで、ここからはですね、ちょっと裏話というかですね、はい、実はここに L 字財布の試作品が6個ほどあって、もう1年半ぐらいかけてこれ、実は作ったんですよ。というのはやっぱり一口に L 字ファスナーをクレジットカードサイズで作ると言っても、やっぱり小さすぎるとカードがファスナー部分に干渉したりとか、間違うすすぎて見た目が不格好になったりとか、本当に細部に調整を重ねて、この商品が出来上がったという感じで、実は試作品が結構こんだけあるよという裏話でした。